桃太郎4。桃太郎は犬と猿を従えて、船から陸の上にひらりと飛び上がりました。見張りをしていた鬼の兵隊は、その見慣れない姿を見るとびっくりして、慌てて門の中に逃げ込みました。そして鉄の門を固く閉めてしまいました。その時、犬は門の前に立って、日本の桃太郎さんがお前たちを成敗に来たぞ。開けろ、開けろ。と怒鳴りながら、ドン、ドン、と扉を叩きました。鬼はその声を聞くと震え上がって、一生懸命に中から押さえていました。すると、生地が屋根の上から飛び降りてきて、門を押さえている鬼たちの目をつついたので、鬼は逃げ出しました。その間に猿がスルスルと高い岩壁をよじ登っていって、中から簡単に門を開けました。わーっと声を上げて、桃太郎と家来たちが勇ましくお城の中に攻め込んでいきました。鬼の大将も大勢の家来を連れていました。鬼たちは一人一人が太い鉄の棒を振り回しながら、おう、おう、と叫んで向かってきました。けれども鬼たちは体が大きいだけで育児なしでした。生地に目をつつかれた上に、今度は犬にすねを噛まれたと言っては、痛い痛いと逃げ回りました。また猿に顔をひっかかれたと言っては泣き出しました。そして鉄の棒も何もかも放り出して降参してしまいました。最後まで我慢して戦っていた鬼の大将もとうとう桃太郎に倒されてしまいました。桃太郎は大きな鬼の背中に乗りました。どうだ、これでも降参しないかと言ってぎゅう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 鬼を押さえつけました。鬼の大将は桃太郎の強い力で首を絞められて、もう苦しくってたまりません。そうして大粒の涙をポロポロこぼしながら、降参します、降参します。命だけはお助けください。その代わりに宝物を残らず差し上げます。こう言って許してもらいました。鬼の大将は約束通りお城から宝物を山のように車に積んで出しました。隠れ蓑に隠れ傘、
内出の小槌に如意宝珠。その他、サンゴやタイマイやルリなど、世界で一番素晴らしい宝物でした。桃太郎はたくさんの宝物を残らず積んで、3匹の家来と一緒にまた船に乗りました。帰りは行きよりももっと船の速度が速くて、すぐに日本の国に着きました。船が陸に着くと、宝物をいっぱい積んだ車を犬が先に立って引っ張りました。生地が綱を引いて、猿が後ろを押しました。えんやらさ、えんやらさ。3匹は重そうに掛け声をかけながら進んでいきました。うちではおじいさんとおばあさんが代わる代わる、桃太郎はまだ帰ってこないだろうか、と言いながら首を長くして待っていました。そこへ桃太郎が3匹の立派な家来に宝物を引かせて得意そうに帰ってきました。おじいさんもおばあさんも目も鼻もなくなるほどの笑顔で喜びました。偉いぞ、偉いぞ。それこそ日本一だ。とおじいさんは言いました。まあまあ、怪我がなくって何よりさ。とおばあさんは言いました。桃太郎はその時、犬と猿と生地の方を向いて、こう言いました。鬼退治は面白かったな。犬はワンワンと嬉しそうに吠えながら前足で立ちました。猿はキャッキャッと笑いながら白い歯を見せました。生地はケンケンと鳴きながらくるくると宙返りをしました。空は青く晴れ、お庭には桜の花がたくさん咲いていました。